皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1141日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1270名、戦車4両、装甲戦闘車10両、砲52門、防空システム1機、ドローン56機、その他車両118両となっています。戦線全体では159回の地上戦の報告があり、ロシア軍の春の攻勢はすでに開始されている模様です。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。中国人がロシア側で戦っていたことが判明し、捕虜となった2人のうち1人の中国人の様子が公開されました。捕虜は、神門でドローンが飛んでいる様子や、その後、爆発で指揮官が負傷したことを身振りと中国語で表現しました。捕虜は、個人を特定できる銀行カードなどを持っているとのことです。捕虜にしたのは第81空挺旅団で、ドネツク州のビロホリフカからベルホノカミアンスケの周辺と考えられます。ウクライナ戦争では中国人がロシア側で戦っているとの情報がありましたが、確認されたのは初めてとなります。ウクライナ外務省では中国大使を呼び説明を求めました。2番目。ロシア経済が崩壊する音が聞こえるような核の冬の時代がやってきました。ロシアの大手不動産開発会社のガラントインベストが債務不履行を宣言し、社債105億ルーブル180億円が 75% 暴落しました。経済アナリストのシリア F 氏は、これをきっかけに取引企業が連鎖的に倒産する可能性があり、また建設業界でも砂上の楼閣のように債務不履行が起きる可能性がある。もはやロシア企業は需要の縮小と法外に高い金利のせいで利益を上げることができず、社債市場は核の冬を迎えたと述べ、長期にわたる深刻な危機に突入したことを説明しました。それだけでなく、ロシアで最も歴史のあるペルミ地方のアレクサンドロフスキー機械工場の従業員は、給料の未払いにより、労働者が出勤を拒否しました。この企業は200年以上の歴史のある国内最古の機械工場で、昨年の決算では5億7500万ルーブルの損失を叩き出し、代表のマリカリアン社長は赤字の理由として西側の制裁、物流の混乱、金利上昇、代金決済困難を挙げました。ロシア金融大学のサフォノフ教授は、大企業が下請け業者に対し支払いを延期し、破綻に追い込むケースが増えていて、これもその一つだろう。これは氷山の一角に過ぎず、賃金の未払いはこれからも急増すると説明しました。3番目。ノルウェーとベルギーはウクライナに対する軍事支援を発表しました。まず、ノルウェーはウクライナ向けの砲弾購入にこれまで40億クローネ530億円割り当てたのをさらに10億クローネ130億円追加すると発表しました。また、ベルギーのウェイバー首相はプレボ外務大臣、フランケン国防大臣、防衛企業10社の代表とともに、キーウでゼレンスキー大統領と会談し、10億ユーロ1600億円の軍事支援を発表したほか、F16 とスペアパーツ一式を今年2機、来年も2機移転することを発表しました。F16 の移転については、アメリカから F35 を受け取り次第、直ちに引き渡すとしています。それでは、各地域の戦況です。
戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、これまでこの分野で起きた様々な出来事を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用しています。また、海外から毎日聞いている人が一定数いますので、数時間後に聞き取りやすい英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が奪還作戦を行っているクルスク、ウクライナ軍が越境攻撃を行い侵攻したベルゴロド、そしてハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は雪。最高気温2度、最低気温-3度。今日の天気予報は曇りとなっています。この方面でルシアン軍は21回の攻撃、5回の空爆を行い、攻撃のペースを上げています。1番目。バシフカからロクニャにかけては、位置情報付きの映像によると、ルジアンがロクニャまで一時的に前進した情報があります。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第4レンジャー大隊のもので、地図の家に侵入してきたルジアンを戦車で排除し、捕虜に取ったところの一部となっています。攻撃は4輪バギーに乗った8人で行われたとの情報があります。その後、ウクライナ軍は砲撃を強化し、ルシアンの軍事ブロガーによると、我が軍の陣地が複数奪われそうだと伝えています。今のところ、戦況図に変更はありません。2番目。グエボでは、ルシアン軍はウクライナ軍を排除した。奪還したと主張しましたが、地上戦が続いている模様です。グエボの北西の郊外では、ルシアン軍が対空装甲装輪車、タイガー装甲車、カマズトラック、BMP-2 の編成で機械化攻撃を行いましたが、地図の場所でウクライナ軍の地雷に触れ、その後、ウクライナ軍のドローンにより焼き払われて撃退されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第129国境警備旅団のドローン部隊のラグビーチームのものとなっています。この場所は係争地内としていますので、戦況図に変更はありません。3番目。グエボの市街地では、位置情報付きの映像によると、集落南の三叉路で、市民が砲火の巻き添えとなったところが観察されています。ウクライナ軍が撤退して居残った民間人が、ルシアン軍の攻撃の犠牲になったと考えられますが、ルシアン軍では、ウクライナの仕業だと主張しています。戦況図では、この場所まで500メートルの範囲で、ウクライナ軍の占領地を縮小させ、係争地の拡大として更新しました。ベルゴロド方面。この方面でも、ルシアン軍が奪還作戦を加速させ、集落に浸透を図っています。一方、ウクライナ軍は、デミドフカの集落の南にある幹線道路の橋を破壊して、ルジアンの前進を遅らせたほか、この方面の不特定の場所で、ルシアン軍の対砲兵レーダーのズーパーク、2両のパンツィル防空システム S1、場所は不明ですが、ブーク防空システムを破壊した情報があり、一部の映像を公開しました。1番目。ポポフカでは、その後の映像の分析から、集落の西側でも、ルジアンの姿が確認され、集落全体を係争地として更新しました。2番目。デミドフカでは、位置情報付きの映像によると、集落全体にルジアンが浸透していて、ウクライナ軍がドローンで一つ一つ排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第225突撃大隊のもので、地図の場所にいるルジアンを観察している様子となっています。ルジアンは、損失を出しながら兵士を送り込んで、前進しています。戦況図では、この場所まで500メートル係争地が拡大したとして更新しました。ハルキウ方面。この方面で地上戦の報告はありませんでした。
この方面の第57機械化旅団のハンスというコールサインの将校は、ウクライナのテレビで戦況について、敵はネズミ戦術を用いて、焼け野原を5人から6人の集団で走り回り、地下室、下水道にも入り込み、我々の陣地に接近しようとしていると報告しました。北東部ルハンスク州方面、東部チャシフヤール方面、クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で4回、スバトベクレミンナ戦は21回、シベルスク周辺では3回、チャシフヤール方面で3回、トレツクの方向は23回攻撃を行いました。スバトベクレミンナ戦。この方面でも、ルジアンは攻勢を強めていて、ウクライナ軍の第66機械化旅団のブリシチク報道官は、ラジオリバティに登場し、この方面の状況は、ここ1ヶ月で悪化した。敵は信じられないほどの歩兵部隊で攻撃を仕掛け、とにかく数がたくさんいる。ある時は大規模な歩兵部隊で、ある時は小規模な歩兵のこともある。我々は、あらゆる手段を講じているが、いくつかの場所では、我が軍の歩兵に対し、占領者が10倍いると報告しました。1番目。ナディアでは、ルシアン軍が失った集落の支配を取り戻すために、集落北の3つの方向から、同時に歩兵による正面突撃を行いました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第3突撃軍団のもので、集落の様子となっています。コメントによれば、この攻撃により半日で、ルジアン143人が地面に召され、86人が負傷したとのことです。この攻撃は撃退され、戦況図に変更はありません。2番目。クレミンナの北西にあるカテリニフカでは、ルシアン軍が前進し、カテリニフカの集落で旗を掲げて占領を主張しました。攻撃は、延べの集落に空爆を行い、カテリニフカを孤立化させた上で、少数の歩兵部隊が集落に入って、いくつかの家を確保しました。その後装甲車両が突入して、再度歩兵が展開して集落を占領しました。ご覧いただいているのは、ルシアン軍の第144自動車化ライフル旅団のもので、地図の家を観察している様子となっています。戦況図では、集落をルシアン軍が占領したとして更新しました。面積は4平方キロになります。少し地図を引くと、ルシアン軍は25キロ先の要衝ブロバに向かっていると考えられ、この突出が足がかりになる可能性があります。トレツク方面。この方面で、ルシアン軍は市街地で苦戦を強いられ、突破口を探して様々な正面突撃を試みています。そのうち、トレツク市街地の北西では、位置情報付きの映像によると、地図の場所で、ルジアンが地面でお休みになっている映像があり、撃退されながらも、少なくとも一人のルジアンが運よくこの場所まで前進したことが確認できます。この場所は係争地としていますので、これを含めて戦況図に変更はありませんが、ルシアン軍は攻勢を強めています。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では52回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で14回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ルシアン軍は攻勢を続けていますが、ウクライナ軍の局所的な反撃の前に、前進が極めて遅く、苦戦しています。1番目。ここ最近ルジアンが攻勢を仕掛けている、リシフカ、シェフチェンコ、コトリネ方面では、ルジアンの攻撃は前進につながらず、戦況図に変更はありません。2番目。西側正面のソロネでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが集落西の小さな橋を越えて闇夜に前進し、ウクライナ軍がクラスター砲弾とドローンで前進を阻止しています。
ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のスパルタンチームのもので、地図の境界森林の様子となっています。コメントでは、23人のルジアンが前進してきたものの、我々の陣地に到達するのを阻止したとあります。戦況図では、この場所まで100メートルの範囲で係争地が拡大したとして更新しました。3番目。スリブネ、ザポリージャ村の南の郊外では、ロシア軍がバイク、バギー、装甲兵員輸送車、戦車で隊列を組んだ機械化攻撃を行い、前進を図りました。ウクライナ軍はドローンで偵察を行いながら、砲撃により前進を阻止し、この攻撃は前線に出る前に撃退され、ロシア軍は戦車2両、装甲兵員輸送車2両、バギー4台、オートバイ4台を失い、兵士50人が無力化されました。この攻撃は失敗し、戦況図に変更はありません。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。この方面で、ロシア軍は機械化攻撃と歩兵による突撃の両方を行い、占領地の拡大を図っています。そのうち、ブラツケの郊外では、ロシア軍が BMP 歩兵戦闘車2両で、ブラツケの北側に回り込もうと前進を試みました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、地図の場所の様子となっています。この攻撃は撃退され、戦況図に変更はありません。後方地域。今日もロシアン領内の戦略爆撃が成功したことが分かりました。前線から230キロ離れたカルーガのシャイコフカ軍用飛行場では、3月30日から31日にかけて、ウクライナのドローンが3回目の攻撃を行い、その損害が明らかになりました。画像では、ミサイルの備蓄施設が消えてなくなったほか、ミサイルに燃料を補給し、爆撃機への装填に使用される準備施設が破壊されたのが確認できます。また、給油施設が破壊されたほか、格納庫も大きな損害を受けたため、もし、その中に航空機がいれば、損害が発生した可能性があるとしています。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは5回攻撃を行いましたが、ロシア軍に成果はありませんでした。その他、カルーガでは、異なる時代に生きたロケット科学者のツヨルコフスキーとイーロン・マスクとの出会いを描いた演劇が上演されます。イーロン・マスクとツヨルコフスキーと題された演劇では、宇宙探索をキーワードに2人が出会い、全く時代が異なるにもかかわらず、多くの共通点があることに気づかせるものとなっています。プーチン大統領の側近で、停戦交渉で主導的な役割を果たしているドミトリエフ氏は、イーロン・マスクに火星探索を共同で行うことを提案し、火星で必要になる小型原子力発電所をイーロン・マスクに提供できると提案しています。演劇は4月12日から第6回宇宙に関する国際映画祭に合わせて上演されるとのことです。イーロン・マスクはロシアに有益な何か大きな貢献をしたのでしょうか？今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは、日々の戦況を無料で読むことができ、ニコニコ動画では、昨年8月までの戦況動画を掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。